一郎さん、おっかさんの法事のことで一度ゆっくり相談したいんだけど。ああ、いいと思う。他に頼る人ってないんだし、何しろおっかさんは一番次郎さんを可愛がっていたんだものね。そうだよ。こうやって芸人ずらして食べていけるんだって奥さんのおかげだもの。おっかさんが今いたら喜んでくれるだろうね。本当にな。そろそろと今度の有楽座の名人会出られるかしら。高野さんがあんなに心配してくださるんだからきっと大丈夫よ。名人会出られりゃ明日じゃ大したもんだ。大丈夫よ。おみくじだってよかったんだしさ。そうだな。一生懸命やるんだね。ええ。こんなとこにところがあるんだね。どこ？ここだよ。この二人が出る関の近所は八丁師匠の寄せ芝居がガラ空きになるってところからだったよ。なるほどね。お待ちどうさま。ごろは鶴次郎も前が鶴橋の三味線も先代に劣らないね。うん、先代の娘だってね。鶴橋と鶴次郎ってのは夫婦かい？いや、兄弟だという人がいるけど夫婦じゃないんだね。嫌に気にするね。そういうわけじゃないが、しかしなんだね、ああ並べておくと危ないね。
心配するなよ。いい年してさ。ねえお父ちゃん、今夜久しぶりにバカに気持ちよく語れたぜ。そう？私も今夜終わった時になんだか胸がスーッとしたようだったよ。だがちょいと一箇所気になったところあるんだ。三味線に？うん。あら、どこ？あそこさ、走りよりツン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 チン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 我が身と乗ってこなくっちゃ。あそこは師匠うまかったね。あれはやっぱり先代のようにやらなきゃいけないね。そんなことありませんよ。あそこはあれでいいんですよ。いや、そうじゃない。あそこは先代のようにやるべきだよ。いや、あれでいいんです。どんな芸だって太夫が亭主で三味線弾きが女房と昔から決まっているんだぜ。女房は亭主の言うことを聞くのは当たり前で、そいつを一日盾をついていられちゃ一緒に講座は務まらねえよ。務まらなければよしたらいいじゃありませんか。何も私はあんたに頼んで出してもらってるんじゃありませんよ。私は私で立派に一人でやっていかれるんだから。やれんならやってみるがいいや。次郎さん、お前さん一体誰のおかげで一人前の芸人になったと思っているの？何？どれの？みんなお母さんのためじゃないか。それがどうしたってんだ？私はその娘なんだよ。こんなこと言いたくないけど、言わなきゃお前さんはどこまで同調するかわからないからね。生意気なこと言うね。そんなつもりなら今夜限り一緒の講座や出ねえや。あ、こっちだってお断りだよ。はい、お先。しかしお豊さんとおゆきさんにはだいぶ芸が違いますね。いちいちグズグズ言われりゃいくらいいか知れねえ。とにかくおゆきさんの家を早速探してみてくれ。しかしそりゃどうも損だと思いますがね。それにどこにいるかも。だから探してくれって頼んでるんじゃないか。それにしてもおゆきさんってのは第一よくね噂があったんだし。そんなことは構うもんか。お父さんだってそうじゃないか。幽霊との噂お前さんだって知ってるだろ。お豊さんはしっかりしてますからね。変なことありゃしませんよ。どうだかわかるもんかい。それに名人会があるんですからね。大切な名人会ですからね。どうなったって言えな。八丁堀からお疲れ。八丁堀？ふざけてやな。何です？法事の相談に来いってよ。それは行かなきゃいけませんな。相談があったら来たらいいじゃないか。
しかしお師匠さんのことですよ。そんなことは分かってらね。相談があったら来たらいいじゃねえか。そんなこと言わないで言ってあげなさいよ。嫌だよ。言ってあげなさいって。嫌だ。そうですか。それじゃまあおよしなさい。いらっしゃいませ。うち？はい。伊予伝の旦那がお見えになりました。あ、そう。いらっしゃいまし。あ、こんにちは。どうも昨晩大変ごちそうになりまして。いや、また今日は勝手なことでわざわざご足労願い。私と役に立つんだったら何なりと。ついこれという身寄りがありませんので、いつも何かとご迷惑ばかりかけまして。何？私の方は道楽だもん。今日は次郎さんにも来てもらうことになってますの。あ、そう。ああ、びっくりするじゃねえか。なんだい？何をぼんやり歩いてたんだ。お父さんのとこもう済んだんですか？ああ。で、なんだよ。それがね、重大事件なんでしてね。大げさな。それが何しろね、あんたのこの生涯の幸福に関係しようってんです。まあちょっとどっかへかけましょう。どうも恐れ入りましたね、白子屋と。話はどこだってできるだろ。どうも白子じゃ話にせんがってきませんよ。絶対言ってや。お待ちどうさま。はい。何か食べないかい？いや、結構だよ。で、話ってなんだ？ええ。それがね、何しろその、日本橋のね、大きな乾物屋さんの一人娘さんでしてね、なかなか美人だし、うちに金がふんだんにあるってんですよ。どうです？どうですったってまだ話はちっともわからないじゃない。いや、お待ちなさいよ。その娘さんがね、ぜひあんたと一緒にこの講座へ出たいって言うんですよ。そんなこと言ったって第一なんじゃないか。いや、話はこれからなんですよ。その娘さんのね、両親ってのは大変なあんたびいきなんでしてね。なろうことなら、娘の婿にとそうまで持ってんです。どうです？いやせやい。どうですどうですって何がどうです？くだらん。何がくだらねえんです。私は一生懸命なんですね。私はね、たかがあんたの番頭だけど、あんたのためを思いはこそ。分かった分かったよ。で、どうなんだい、三味線の方は。三味線ってなんですかい？俺三味線だって何でも相当やるんだそうですよ。金持ちだろうと美人だろうと、俺にはまず芸が大事だからな。の？そうだろ？それはそうでございますよ。とにかくね、三味線聞こうじゃありませんか。待たしてあるんですから。どうしたのよ。ダメね。だって。いや、わかりました。いかがでございましょう。大変お上手で。じゃあ面倒見ていただけるんでしょうか。いや、なんです。講座へ出るって言ってもなかなか面倒でしてね。いいえ、その方はすぐでなくても、ともかくおそばで面倒見ていただければ。いや、それはその方もよく考えておきます。どうぞよろしくお願いいたします。これの父親も大変なあなたびいきでして、いろいろといや、よくわかりました。ありがとうございます。実は大変失礼ですが、これからちょいと出かけますので、さやさんお送りして。では。ではどうぞよろしくお願いいたします。承知しました。あ、こっちよ。
なんだよ、あの三味線は。胸がムカムカする。それはあんた三味線のせいじゃありませんよ。汁粉のせいですよ。てめえいくらかもらったな。チェ面白いもんね。よしてくんないよ、あんたに。いらっしゃいませ。こんちは。こんちは。はい、いらっしゃい。ねえ、どうしたの？私ずいぶん待ったんだけど。ああ、客があったんでね。ああ、今表で会った娘さん？何なの？お弟子さん？弟子は弟子でも。なあ、さえ。えあら、何か訳がありそうね。弟子は弟子でもただの弟子じゃないっての？うちは日本橋の大きな乾物屋でお金がふんだにあってさ、綺麗だしさ。それがぜひにってんだ。いいお弟子さんじゃないの？ところがそいつが、なあ、さえ。ええ、ただの弟子とは違うんで。何さ、気持ちが悪い。ぜひ嫁にってのさ。そう、結構じゃないの？お似合いのご夫婦だ。美人でお金があって。おまけに三味線だってさ。三味線だって相当なもんだの。ええ、それはびっくりするくらい相当なもんで。なお結構じゃないの？おもらいなさいよ。ああ、もらおうかと思ってんだ。もらいなさい。なあ、さえ。もらっちゃおうか。あんたの嫁さんだから人に相談するとこないじゃないの？だからもらうよ。もらいなさいよ。誰に遠慮もいらないじゃないあれなら口座へ出したって恥ずかしくねの。だからもらいなさい。えや。もらおうっつってるじゃねえか。あの年であの芸を持ってるんだからね、行く先どんな名人になるか見当がつかないね。あれで喧嘩しないと申し分ないんですがね。よくやるらしいね。そんなに仲が悪いのかい？いい時にはまたバカ人ですがね、悪い時には仇同士なんですよ。どうなんだい、あれで二人は何もないのかね。つまり惚れてるとかなんとか。さあ、それがどうもはっきりわからねえんで、惚れてるようなとこがあるようでもあり、まるっきりないようでもあり。ありゃ一緒になった方がいいと思うんだがね。ああ喧嘩しちゃ一つうちに暮らせませんよ。しかしとにかく今度の名人会にしたってこの顔ぶれの中へ二人を入れるのにはだいぶ反対もあったんだな。そうでしょうと、まだ若いんだし。しかし反対を押して出してみると大変な受け方だ。二人の人気も今度ではっきり決まったと言っていいだろう。だがこれからが肝心だからね、そばについてるお前さんも時々針を刺してやらなくちゃいけないね。あしの言うことなんぞ聞いちゃくれませんよ。お疲れ様。お疲れ。
今日の豊ちゃんの三味線は死んだ師匠そのまんまと言いたいが、実は主催でうまいね。先代は人に教えることはうまかったが、自分が講座出てやると糸に張りがないんだ。今日の豊ちゃんのようにビンと響いていく力がないんだね。全くあんたには感心しちゃった。本当にそう思ってくれる？やだぜ。俺が教えても言ってると思ってるのか？そうじゃないけどさ。あっしが芸人になれたのも、こうして名人会へ出られるようになったのも、みんな師匠のおかげだ。本当におっかさんはよく次郎さんの面倒を見てたものね。ねえ、おっかさんの年会だけはきっと二人でしましょうね。そうしようね。さあ、その辺でお茶いかがです？はい。ありがとう。お客様ですよ。ああ、いらっしゃい。まだいる？ええ。向島の旦那です。あ、そう。いらっしゃいまし。どうぞ入んなすって。大変な人気だね。あら、聞いてらしたんですか？やっと聞いて。それはどうもありがとうございます。次郎さん、旦那が見えたのよ。おいでなさいまし。今夜はとても良かったですよ。これからどこへ？家へ帰ります。用がなかったらご飯でもどう？連れてってくださる？あ、何かうまいもの食べようじゃないか。次郎さんもいいんだろ？ええ、あっしちょいと脇い約束があるんです。あら、どこ行くの？友達と会うことになってるんだ。でも若旦那がせっかくおっしゃってくださるんだから、ね、一緒に行ったらどいずれまた。あ、それよりも明日のおさらいを少ししとかなくっちゃ。まだ時間があるんだろ。ここでやってしまおう。う？明日の昼間だっていいじゃないの。明日は明日さ、いくでやったっていいんだから。鶴子、三味線を出し。邪魔になるといけないから客席に待ってます。そうですか。どうもすいません。じゃあ稽古してから伺いますから。サヘさん、すいません。若旦那と行く先を決めてちょうだい。じゃあ後で。次郎さん、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。あ、そうそう。さっき言おうと思って忘れてしまったんだ。今日一箇所面白くないところがあったんだ。どこのとこです？あそこさ、どこまでもよ、じゃあ、靴輪の音もと、先代は強く語れと教えてくれたんだ。今日のトイちゃんの靴輪の音出る子が弱くって、力がないように思うんだがどうだろう。待ってよ。じゃあ、靴輪の。そこだよ。それが弱いんだね。弱くありませんよ。そうむやみと強く言ったらみっともないんです。それを先代がまた実にうまく語ったんだ。いまだに耳についてるが。おっかさんほどうまくはいきません。おっかさんのね、息はつまり。もういいわよ。お気に入りようなわけにいかないんだから。申し訳がありません。明日の晩からお母さんあの世から連れてきておくんなさい。死んだ師匠はこうやったっていう話をしてるんじゃないか。おっかさんはおっかさん。私は私でいくら工夫もあります。いつまでも先代の赤ばかり舐めてるのが脳じゃありませんからね。当たり前さ。お互いに芸は研究だ。あっしがこう思うところとお前さんの思うところと打ち上げて工夫するのが研究じゃねえか。いくら研究でも腑に落ちなければ聞かれませんよ。聞かれなきゃ勝手にしろよ。無理に聞けってんじゃねえや。少しばかり褒められたからって名人面するな。何を名前のと言うね。もう一度言ってみろ。父さんっていい加減しておんなさいよ。冗談じゃない。ちょっと面白い。ふざけてやる。次郎さんってなかなか気難しいらしいね。もう何かって言うと喧嘩なんです。しかし、なんて言ったってお互いに大事な相手なんだからね。仲良くやっていかなきゃ損だよ。でもあんまり意固地なこと言われたりすると、もういっそ別れちまうかと思うことがあるんです。それはいけないね。私は二人が夫婦になってやっていけば一番いいと思ってる。そんなこと考えません。それは別です。そうかしら。次郎さんだってそんなこと考えていません。それはわからないよ。いえ、考えていません。しかし、
今つまらないことで2人が離れるようなことになったら、それこそお互いの芸のために大変な損だ。ああ、余計なおせっかいだけど、夫婦って言えば助け合いもし励み合いもすると思う。ですけど芸のためだけで夫婦になるなんて嫌です。それはお互いに嫌いだったら困るけどね。僕がもらっちゃおうか。何です？お父ちゃんもらっちゃおうか。まあどうぞ。本当？ええ。ダメだよ、お父ちゃんは本当にしないから。そんなことありませんわ。外がとっても綺麗。ねえ、どこへ行こってんです？いいから黙ってついてきね。黙ってついてきなってさっきから歩き時じゃねえか。東京中歩こってんだですか。おゆきさんのとこ行くんだ。分かってんですか？四谷の何町だかで下駄屋だってんだ。大抵わかるだろ。冗談じゃありませんや。帰りましょう。帰ったかったら一人で帰んね。お用意しなさい。第一うちだって四谷の下駄屋だけじゃ分かりゃしませんよ。それに今そんなことすんのは損でますから。損だろうがどうだろうが、俺はお父ちゃんもう一緒に出ねえよ。そんなこと言わないで帰りましょうよ。帰らないよ。頼みますから帰らなって帰らんだ。帰ります。一人でやるってんですから、私は帰らせてもらいます。まあ私がよく話すから。いえ、私はもう次郎の三味線は金輪際ごめんを被ります。お豊さん、わがままもいい加減にしなさい。だって旦那。まあいいから来なさい。困るじゃないか、次郎さん。困りはしません。足自分で引きます。そいつはいけないよ。鶴橋鶴次郎の2枚看板で売り出したお前たちじゃないか。今になって急にお前さんの弾き語りにすることはできない。なぜできないんです？できないに決まってるじゃないか。足一人じゃ売り物にならないって言うんですか？次郎さん、今度の名人会の成り立ちはお前さんだって知ってるだろ？それは知ってます。当代の名人と言われる芸人ばかりの中へ、まだ20歳代のお前方2人が特に選ばれて出た晴れの舞台だ。5日間の興行が初日から売り切れで、この広い小屋がぎっちり詰まってる。そういう大切な舞台を前に私事の喧嘩沙汰でゴタゴタしている芸人があるもんかね。けれど旦那。けれどもヘチマもないよ。ねえお豊さん、太夫と三味線式は持ちつ持たれつなんだから、女のお前さんの方から折れて出るのがものの順序だ。だって折れて出れば出るほど先が回ってくるんですからね。それはお前さんの方じゃねえか。いえ、いつだってお前さんですよ。まあまあやめなさい。理屈を言い出したらどっちにも言い分はあるだろう。だがお前さんたちは一体芸が大切なんか強情が大切なんかどっちなんだい？芸人はお客が一番大切なはずだ。お豊さんが三味線がどんなに名人芸でも、次郎さんがどんなに上手でも、聞くもんがなかったら名人も上手もありゃしない。お客があって芸が生まれるんだぜ。二人ともそこへ気がつかなくっちゃ、せっかくの人気を台無しにしてしまうじゃないか。次郎さんどうなんだい？おっしゃる通りです。お豊さんは？すいません。そう早く分かってくれりゃ結構だ。これで仲直りだね。いいんだろ？ええ、すみません。お父ちゃん、足が悪かったんだ。謝る。いえ、私の方が悪かったんです。すいません。そんなことないよ。足が。いえ、次郎さん。約束ことめみよことめせとい固めて落ち着いて。これを機会に
人をなんとか仲良くやっていけるようにしといてやりたいんだ。で、この会が終わったら、慰労の意味で2人をどっか温泉へでも連れて行こうと思うんだ。あんたが何がしたか。それで、お前さんとちょっと相談したいんだが。いいわね。ねえ、次郎さん、こういうとこへ来ただけでなんだか寿命が伸びるような気がするじゃないの。何しろ私たちの目の前は毎日人の山だからね。そうね。竹野さんは東京から電話があってね、急にお借りなすったそうで。それは困ったな。じゃあ帰ろうか。でもせっかく来たんですからね。それに竹野さんは2日でも3日でもいるようにって宿の方をちゃんとしてったそうですから。どうしよう。そうね。せっかく来たんだし。じゃあ一晩泊まっていこうか。え飲んだ。いえ、せめてお湯ぐらい使わなきゃ。さっきお風呂の時に間がついちゃった。どうして？風呂場がね、奥さんはこちらですさ。あら、そうねえ、次郎さん。私、次郎さんに話があったの。なんだい。私ね、近々に身を固めようかと思って。身を固めるって、お嫁にでも行くっていうの？ええ。そう。だが今までそんな様子ちっとも聞かなかったけど。ええ。急に持ち上がった話なの。で、もう決まったの？いえ、まだそうはっきり決めたっていうわけじゃないんです。誰なの？次郎さんも知ってる人よ。芸人かい？片員かい？松崎さんです。ああ、伊予膳の。ええ。そう。松崎さんか。それは伊予膳のおかみさんになれりゃ大した出世だ。女はどうせいつか一度は身を固めなければならないものね。で、芸も捨てるのか？そうなればね。どうしたの、次郎さん。ねえ、どうしたの？お父ちゃんに行かれちゃったら、あっしは誰の三味線で。お父ちゃん、よしとくれ。お嫁に行くんだったら、あっしと一緒になっとくれ。そんなこと言って次郎さん、あんた私をついていてくれるのか？わかんないのかい、それが。わかりゃしないよ。年中喧嘩ばかりしていて。好きだからじゃないか。ならなんでいっぺんでもそう言ってくれないのさ。十何年も一緒に大きくなって、そのぐらいの気持ち分かってくれそうなもんじゃないか。だってそりゃ無理ですよ。私の方じゃ次郎さんのおかみさんになれるものだと思ってるから、今言い出してくれるか、今日はそう言ってくれるかって心待ちにしているのに、お前さんの方じゃ年中喧嘩ばかり吹かせてくるじゃないか。それじゃいくら私が好きだってだんだん心細くなって、もう次郎さんは私が嫌いなんだって思い込むようになるのが当たり前だよ。そうだ、それは本当にそうだった。次郎さんと私をついていてくれるんなら、誰がよそへ嫁に行くもんかね。行かずにいてくれるかい？当たり前じゃないか。私だって芸を捨てたかないよ。だけどそこは女の弱さで、やっぱり心細くなることもあってね、今のうちに用心しておかないと先へ行って寂しい思いをすることがあるような気がするのね。だから次郎さんさえしっかり私を捕まえていってくれれば。いいとも、きっ
と捕まえてる。その代わりにお父ちゃんももう松崎さんに会わないって約束してくれる？次郎さんが嫌だったら会いもしないし口も聞かないよ。そうしておくれ。ええ。ねえお父ちゃん、あっしは寄席を一軒もしたいと思っているんだが、どうだろそう前にも言ってたわね。う。いつまで人気があって働いていられるかわからないものね。寄席ってどのくらいお金があればできるの？そうだな、安く見積もって2万円かな。2万円ね。まだお金はまとまらないけど、でも何とかしてこの望みを叶えて、それからお父ちゃんと表向き夫婦になりたいと思うんだけど、どう？で今のところどのくらいお金が貯まってんの？正直に言うと3500円ばかりなんだ。それだけ何年かかって貯めたの？3年ぐらいかかったかな。その感情でいくと2万円まで大変じゃないの？それまで私たちが表向き夫婦になれないなんて。2人ともだいぶ年寄りになっちまうね。ねえ、どうしても次郎さんがやりたいなら、お母さんが残していてくれたお金や、それに私の稼いだ分も少しはあるし、そんなの寄せ集めたらどうにかできると思うけど。でもお師さんが残していってくれたお金は使えないね。でも寄せで名を売った芸人が寄せのためにお金を使うなら親不孝にはならないでしょ。そういえばそうだけど。ねえ、そうしましょうよ。婚礼を10年も延ばされちゃやりきれないわ。そんなにもかかりゃしないけどさ。かかるわよ。3年で3500円じゃ2万円だと10年以上よ。私はそんなに待つの嫌。明日にでも式を挙げたいんだから。ねえ、松崎の方本当に大丈夫だろうね。そんな心配いらないの。次郎さんと一緒になりたいって言えば喜んで賛成してくれるんだから。ほら、どうもあの人は嫌いなんだ。おかしいわね。いい人なのよ。そうかな。だから次郎さんが嫌いだったら付き合わないって言ったじゃないの。もうよしましょうよ、そんな話。帰ったら早速場所を探してみるか。ええ、そうしましょうよ。なんてつけるかな、寄席の名前。さあ、どんなのがいいかしら。ありがとう。ねえ、この寄席を譲ってもいいって話ちょいと聞いたんだが、どうだろう。あら、いいじゃないの。場所はいいし。それだけに少し金がかかると思うんだけど、とにかく新しく建てるにしたって場所だからね。この都合のいい話ないじゃないの。早速詳しい様子聞いてみたら。うん、そうしよう。なんでもここの親父さんが死んで跡取りが学校へ行ってるとかで経営しているのが面倒くさくなったらしいんだ。あ、そう。だけど私たちも誰かうまくやってってくれる人を見つけなきゃいけないわね。ねえ、高野さんに頼んでみようと思うんだけど、どうだろう。そうね、高野さんならいいわね。それに譲り受ける方もあの人に掛け合ってもらったら。あの人ならきっとうまくやってくれるよ。本当にここが手に入ったらいいわね。いらっしゃい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 。
ねえ、どうだろう。寿亭ってのは。さあ、あんまり感心しませんな。じゃあ福吉。福吉。それもどうもね。じゃあ俺のとこの名前を取って松木亭ってのはどうだい。どうも感心しませんね。おとよちゃんとこの名前で吉川亭、正子亭、大正クラブ、常盤亭、若竹双葉、新富亭、若水、青柳、江戸亭、東京クラブ、若松、唐田。おう、どうだい。随分考えたもんですね。まだあるんだぜ。でも名前ばかり考えたってあの寄せはまだ他人のもんです。そうさ。だけどこうやって考えときゃ自分のものになった時に慌てずに済むじゃねえか。それはまあそうでしょうけど。お前さんも考えておくれよ。なんかあるだろ。ええ、そうですな。あ、寿亭ってのはどうです。寿亭。ええ、あっじゃないか。え、なんかあったろ。あ、松風亭ってのはどうですか。それから柳川亭っていうのは。柳川亭。少し変だね。それから先行亭。何。先じゃねえ、おとよと次郎だから次郎亭。勘弁してくださいよ。とにかく私はどっちも賛成する。次郎さんと一緒になることはこれは大変結構なことだ。寄席を持つこともいいだろうと思う。何しろ親子代々の芸人ですし、私もできることなら芸のために一生を送りたいと思って。それは当然な考え方だと思う。勝手なことを申し上げて。いや、そんなことはない。親父が仙台を講演していたように私も2人を講演してあげたい。うちも親子代々の講演者だからね。で、席の方はうまくやってくれる人がいるの？ええ、ご存知でしょ、竹野さん。口は聞いたことはないが顔だけはよく知ってる。あの方に一切お願いしてあります。失礼だけどお金の方は？ええ、少しばかりですけど、私たちの持ってるものをまとめてどうにかなると思います。そう。しかしいろいろとかかるだろうしね。もし理由だったら遠慮なく話しなさい。ありがとうございます。いらっしゃいまし。いる？お出かけですけど遅くはならないとおっしゃっております。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。いらっしゃい。おかえり。銀座へちょっと買い物に行ったもんだから。わしも今来たばかりだよ。何？例の席のなさ、随分あるぜ。いいのある？こうたくさんあると迷うね。ちょっと見せて。鶴ヶってこれがいいじゃないの？わしもそう思っていたんだ。鶴ヶってやっぱりこれかな。それがいいわ。これがいいね。どうだい？そう、一番いいように思うわ。鶴ヶ亭。鶴ヶ亭。鶴ヶ亭。
て見せて。あら、好きな動詞が結ばれてって書いてある。嫌だよ。見せてよ。読んであげるわよ。かねて噂のあった。およし。次郎さんったらニヤニヤして写ってんだろ。嫌だよ。あら、お師匠さんだって嬉しそうに写ってるわ。あら、赤くなった。チロさん、これだけでオチはないと思うけど、一度目を通しておいてくれないか。高野さん、この松崎って人よく知ってんですか？松崎さんって先代からのひいき先じゃないか。それはよく知ってますよね。今度は招待するな。どうして？松崎さんにはあの席を買うのに大変世話になってるんだぜ。なんですって？お前さん知らないのか、松崎さんが金を貸してくれたこと。次郎さん。ほら、どうしたの？何がどうしただ？しらばっくりやがって。いい加減にしろい。何さ、顔色を変えて。いきなり怒鳴ったって分かりゃしないじゃないか。おっかさんが残した金だなんだと嘘を言いやがって、俺を騙して松崎から金を借りた。よくもそんなことができたもんだ。まあお待ちよ、次郎さん。うるせえ。今になって言い訳が立つと思うのか。バカにするね。もっけして用前と会わねえ。口も聞かねえなんだと言いやがって。だって次郎さんがあんまり説教欲しがるし、私だって早く一緒になりたいし、持ってたもので足りないから借りたさ。だけど旦那は何も嫌な心持ちで貸してくださったんじゃないんだよ。私たちのことを喜んでお祝い心に貸してくださったんだからね。それならなぜはっきり言わねえ。駿河邸を経営する資金を松崎さんから借りたとなぜはっきり言わねえんだ。だって相手が松崎さんだから次郎さんだって心持ちが悪かろうと思ってわざと名前を言わずに言ったんだよ。嘘つけやがれ。いくら松崎だって嫁に来いというのを断った芸人へそんな金を貸すもんけ。そんなこと言ったってさ。うるせえ。嘘もいい加減にしろ。もう一緒にもならない。席も出ないからそのつもりでいろ。そう、そんなつもりなら私も言い訳言わないよ。どうとも勝手にするがいいさ。大方松崎の目がけでもしてやがったんだろう。なんだって？それに違いねえ。本当に呆れ返りましたよ。今度ももう一つうんと言ってやってください。せっかくのなんですけど、今度という今度はあいつがすっかり嫌になりました。何度も言いようだが、二人が並んで人気のあった芸人だ。一人一人別々になったんじゃ、私だってこれから先の心配はできないぜ。講座でおまんまを食ってからなきゃ稽古でやっていきます。私あの人にはすっかり愛想がつきました。もう何とおっしゃられてもごめんです。だがつまらない芸人なんだからね。お互いによく話し合ったら分かると思う。いえ、もうそんな必要ありません。少しでも早く一緒になりたいために借りたお金を目かけをしてたのなんのって、そんな言い草ってあるもんですか。だからさ。いや、私はもう頼んでも松崎さんとこに片付きます。次郎さんは八白だったね。本年の運勢は吉凶ともに極端な波乱年に直面せよ。これまで好調子に恵まれてきた人は本年はちょっとしたつまずきがもとで転落の恐れあり。そうかね、よくないね。気をつけなきゃいけませんぜ。もうよせよ。くだらねえ。くだらねえったって本当にこれからどうするつもりなんですよ。竹野さんは怒っちゃったし、
二人別々じゃどこの席行ったって喜ばねえんですからね。俺の芸をそんな型みたいに思ってる奴らのとこには頼まれたって出ねえや。だからといってそれじゃやっていけませんよ。いいじゃねえか。場所だろうと田舎だろうとどこへだって出るんだ。俺の芸が型かどうかどこ行ったってお客様が判断してくださら。何するんです？ねえ、さえさ。お前さんには随分世話になったが、今日限りお別れだ。どうしてです？どうもこうもねえけど、当分一人にしてくんな。そんなことってありませんよ。まあ頼むからそうしてくんな。ガキがまた一人増えるんだよ。あ、そいつはおめでたい。7人目ですぜ。おめでたいの通り越してなさ。子供は何やったっていいんですよ。人事だと思ってそうあっさりいな。そうそう。鶴八さん嫁に行ったんですってね。知らないんですかい？何そのなんでしょ？与前でしょ？そうですってね。女なんてわからねえもんですね。何さ？これはどうも失言失言。じゃあごめん。次郎さん、どうして鶴橋さんと一緒にならなかったのさ。惜しいよ、本当に。少しぐらい芸が達者だからってあんなやつ何が惜しいもんか。だってさ、余計なこと言わないでくんな。ねえ次郎さん、今夜付き合ってくれない？ねえ、
ちょっとご飯食べるぐらいいいじゃないの。そんなことよりもう少し三味線の稽古でもしといてくんな。そいつならいくらでも付き合うよ。まだいけないかね。大したこともないがね。ありがとう。お先。なんとかならないもんでしょうか。今どこにいるんだって？なんでもこの間板橋の方の席に出てるってことを耳にしましたけどね。あん時からもう1年だが、バカなやつさ。お父さんは大変幸せだそうで。あの以下みんな芸好きなんだからね。みんなに大変可愛がられて何不自由なく芸が楽しめてこんないいことってありませんよ。皆さんお揃いになりましたから。あ、そう。待ってました。今日は入りがいいけど客種が悪いからね。しっかり頼むよ。団長、掛けガラス。団長。団長いい感じですね。酒を食らって楽屋に立っている歌も歌わねえ芸人がどこにある？しょうがなくやってまあ旦那腹も立ちましょうが勘弁してやっておくんなさい。あっしらでよく言い聞かせますから。旦那に謝んな。よくお詫びを申し上げるんだ。なんでその頭下げは気に入らねえ野郎だ。まあ旦那酔ってるんですから勘弁してやっておくんなさい。本当に勘弁してやっておくんなさい。お姉さんたちがいなきゃ死後に起きられないように手厚けてやったんだが。よく言い聞かせて二度とこんなことのないようにしますから。どうぞ一つ。今日とかお姉さんたちに任せよう。すみません。すみませんでした。今々しい野郎だ。こんなになるまで飲まなくても良さそうなもんだがな。今に体を壊す欲しい芸を持ってるんだがな。
だから次郎さんさえしっかり私を捕まえてってくれれば。いいともきっと捕まえて。その代わりお父ちゃんもう松崎さんに会わないって約束してくれる？次郎さんが嫌だったら愛もしない口も聞かないよ。そうしてくれる？さっさと追い出しちまえばいいじゃねえか。すいませんがここで我慢してくださいね。こんな狭いところにこれだけ寝るのか。出てもらおうじゃねえか。そんな金も払わねえようなやつは客じゃねえじゃねえか。そんなの物受けでも言ってもらえないよ。ぐずぐず言ったら俺たちがつまみ出してやる。ああそうですか。つまみ出して大きなこと言うじゃねえか。つまみ出すんだ。出してみねえ。何生意気な。つまみ出してもらおうじゃねえか。さあつまみ出せ。よしつまみ出して。よしつまみ出さないのか。つまみ出してみろい。さあつまみ出せ。行くんじゃし。バカ野郎。バカ野郎。
今さらこんなことを言えたきりじゃありませんが、あんまり二郎さんがかわいそうなんで、いくら落ち目になったからといってもやっぱり立派な芸人です。どうかしてもう一度世に出したいと思いまして。で、今次郎さんはどうしています？ずっと田舎を待ってたらしいんですが、近頃は東京に戻ってバス停の席に出てます。すっかりすさんじゃって酒ばかり飲んでるそうですよ。次郎さんがお酒をね。そうなんで、昔は一滴もいけなかったんですが。あんな風にして別れたにしろ、長い間兄弟のようにして育った人ですもの。ずいぶん心配していました。あの人だってきっと後悔してます。で、実は5月の15日からまた有楽座で名人会がありますんで、顔ぶれは昔の通りなんで、私はそれにぜひもう一遍鶴八鶴次郎の看板をあげたいんで。名人会？今堅気の立派な奥さんになっていらっしゃるあんたにこんなこと言うのは初めから無理だと承知して伺ったんですが、打ち目になった鶴次郎さんを助けるとお示して。でも2年も経った今になって私と次郎さんが並んでも名人会は出られますまい。いえ、竹野の旦那も2人が一緒ならもう一度力を貸すと言ってくれますし、きっと受けます。まあよしんば噂に上らなくてもバス停にくすぶってる次郎さんを晴れの舞台へ飾ってやりてえのがあっしの望みなんで。でも次郎さんは出るかしら？出ねえなんて言えるもんですか。そんなことやったらあっしはもう勘弁しませんよ。私はうちの人にうまく事情を話したら承知してくれると思うけど。どうかぜひ旦那にもお話しくださってよろしくお願いいたします。もりしてにも見放され相撲妙に尽きたかと思い回せば回すほど空恐ろしさ口惜しさ。ご苦労お父さん。鶴次郎さん、お客さんですよ。あっしに？どうぞお入りください。どうもありがとう。なんだお前さんか。なんだお前さんかじゃありませんよ。随分探しましたね。しばらくでございました。ご無事で何より。あんまり無事でもねえが、ただ生きてるっていうだけだ。でなんだいわざわざ。少し相談したいことがあってやってきました。何の相談か知らないけど、俺は昔の鶴次郎じゃねえ。人間もダメなら芸もダメだよ。人間は知りませんが芸までダメになっているとは思いません。いかに落ち目になったからといってこの景色はあんまりです。私はあんたをもう一遍世の中へ出したいと思って訪ねてきました。世の中か。昔はそんな言葉も気になったことがあったが、もう今はいけねえ。お前さんの親切はありがてえが、もう俺なんかに構ってくれんな。次郎さん、お前さん本当に昔のあの人気を取り戻したくはないって言うんですかい？また5月に名人会があるんでさ、私は何とかしてもう一度あんたを出したいと思って。余計な心配してくれんな。無駄だぜ。お豊ちゃんはあんたと一緒に出ると言ってるんですって。お豊ちゃんが？ええ、
私はお豊さんに会いました。あの人が喜んでってるって言ってますね。あの人気を本当に取り戻したいとは思わないんですか？しばらくでしお変わりなくって。ええ、ありがとう。あなたも。いらっしゃい。しばらく。しばらくでございました。また今度はご厄介でもどうぞよろしくお願いします。いいえ、私の方こそ。では早速でも少し稽古を。じゃあ私は失礼します。鈴木さんのところにちょっと行ってくるから。あ、そう。ちょっと三味線を持ってきます。ねえジロさん、余計なことを考えちゃいけませんよ。ただ芸のこと、名人会のことだけ考えてくださいね。あ、それから酒だ。酒もいけませんよね。次郎さん、どうぞ楽にしてくださいよ。ちっともやらないからダメかもしれませんよ。いいえ、あっしの方こそ。人気じゃないか。おめでとう。どうもありがとうございます。もうあと1日だが今度の会も大成功だったよ。私たちが出たから大入りになったわけじゃないでしょうけど、でもやっぱり嬉しいですよ。君たち2人が2年ぶりで一緒に出るということが今度の人気になったんだ。そんなことはないでしょうけど。あ、後でゆっくり話すけど、実は帝劇から出てくれと言ってきてるんだ。帝劇？来月ランチを出すんでね、出がたりに2人を使えるかどうかって今日使いが来たんだ。それはどうもありがとうございます。都合がつけば出た方がいいね。それはもうこんな話ってめったにありませんでしょうけど。次郎さん、私だったら大丈夫よ。とにかく後でゆっくり相談するから。ソヘイさん、ちょっと来てくれないかね。ねえ次郎さん、帝劇の舞台が踏めるなんて芸人名画じゃありませんか。だけど出られる？そりゃ一応は松崎と相談しますけど、いいっていうに決まっています。しかし大丈夫よ。あ、車来てるかしら。見てまいります。ねえお父ちゃん、あんた本当に帝劇出るつもり？ええ、出ます。私はもう一度講座へ出て
昔の人気を取り戻してみたくなったの。それは願ったり叶ったりだけれど、ご主人が何と言うかな。大丈夫、許してくれるに決まっています。もしもいけないようならいっそ離縁を取って一人になります。そんなバカなこと。いいえ、次郎さん、嘘じゃない。私今度は舞台出て本当にそう思ったんです。だがな。ねえ次郎さん、私はこの生きがいのある芸の仕事にもう一度惚れ込んだのよ。きっとこの5日の間に今まで忘れていた芸人の血が私の体中を巡り出したんです。カエルの子はやっぱりカエルなのよ。でもあのまま忘れていたら生涯松崎の妻で終わったかもしれないけれど、今となってはもうダメなような気がする。それに堅気になったのも自分から進んでいったわけじゃなし。もうそのことは言わないでおくれよ。俺は自分のバカに呆れてくる。次郎さん、車が参りました。そう。あ、次郎さん、途中まで乗ってかな。ありがとう。ちょいと寄り道があるんだ。そう。じゃあお先に。昔より大人になったよ。すっかりしくなって甘抜けまして。これなら当分売れる。さあさあ、おやすみ、おやすみ、おやすみの声知らんかものやじろべ目を覚まし、眠い眠い。孫さん、もう何時だい？はい、もう7つ過ぎだんべ。はいはい。さあ、今度はいよいよ天劇ですね。まだ決まったわけじゃないよ。あら、帝劇は決まっても同じじゃないの？お父ちゃん、ちょいと三味線を。三味線？うん。どうもあそこがおかしかった。どこがいけなかった？孫歌だよ。あそこがどういけないの？どうってまるでいけないね。まるで？どこまでもよちゃん。靴の音も勇ましく追い立て来たる北八が孫があったああ、そこだよ。そんな弱い声でやられてこっちは乗っていけねえ。乗るにも乗れないにもここは私一人のところだよ。お前さんに関係はありません。それが思い違いだ。たとえこっちへ渡すところじゃないにしても芸は息だ。一箇所まずけりゃ全体の気持ち響いてくるんだ。まずいって？まずいともまずすぎる。はっきり言いやなってねえ。次郎さん、2年もやらずにいると何と言っても芸は落ちる。しようのないもんさ。もうお父さん、ちょっと待ってください。左平さん、私はお前が頼みに来たから出てやったんだよ。それはよくわかっております。バス停の席で落ちぶれているの助けてやってくれって言うから出てやったんじゃないか。
分かってます分かってます。私が出たからこそ名人会も出られたんじゃないか。いわば恩人だよ。それをなんだい。本当にすいませんの。手前ミスもいい加減にするがいいや。二度と再び一緒には出ないからね。そのつもりでいるがいい。お父さん、ちょっと待ってください。止めないでちょうだい。いらっしゃいませ。呆れたか。まったくつくづく呆れたか。腹の底から呆れましたよ。姉さん、お酒だ。はい。知ってよそっと腹が立ったからって我慢して天撃出ねえって話ありませんよ。いくらお父さんの芸がまずいからって。まずかはね、まずいどころか鶴八は名人だ。これから先女の芸人であれほどのやつは決して出てきやしねえ。だってさっきお前さんが。あれは嘘だ。心にねえ嘘を言ったんだ。今の俺のすさんだ語り口よりはあいつの方が芸は上だ。本当のことを言や全く感心しちゃったんだ。それだけになんだってさっきお前さんあんなこと言わなきゃおとえはまた芸人に逆戻りをする。亭主がいけねえと言ったら別れても舞台へ出る。おとえは俺にそう言うんだ。別れても。そうだ。それ知ってて喧嘩したんですかい。落ちぶれた2年の間に俺はつくづく芸人が嫌になったんだ。長い盛りなる仕事じゃなし、盛りを越した芸人の惨めさまだ鶴八には分からねえ。俺にしたってあいつが戻ってくれりゃ昔の人気を取り戻すぬぶれはたっぷりあるが、盛りを越した先を思えば目先の出世が目に見えても生涯の幸せにはならねえじゃねえか。せっかく立派なご亭主を持って黙っていれば生涯奥様と呼ばれて暮らせる身の上だ。芸や人気が何になる。俺はおとえのほかに惚れた女は一人もねえ。つまらねえ口喧嘩から別れ別れになっていても俺はいまだにおとえに惚れている。そうだったんですかい。芸がまずいって言ったな。覚悟の上の芝居だ。あいつはもう生涯舞台へ出なかろう。それが何よりだな。そうは思わねえか。分かったよ。6日間の名人会が俺と鶴八の死に花だ。俺はそれで本望だよ。何流しをしたって食うには困らない。不景気な面するね。姉さんまだかい。ただいま。お待ちどうさま。今夜景気よく飲もうぜ。飲みましょう。お嬉しいね。お前さんが俺に飲もうって言ったの初めてだぜ。うんと飲みなさい。今夜飲みつぶれだ。お姉さんあとすぐつけといてくんな。それから大きいもの貸してくれ。はい。食ってやりなさい。